AC6 のオマージュ要素を解説するのだ。ネタバレが含まれるのでミクリアの方はいずれまたな。他に気づきがあればコメントで教えてもらえるととても助かるのだ。最初のミッション、日報から。了解です。本作も例によって過去作のオマージュ要素がたくさんあるから何回かに分けて解説していくのだ。まずは AC3SL から衛星砲による狙撃。二等佐地区へ入る輸送機が撃墜されるシーンなのだ。役割も似ているしカメラのアングルも狙ってやってると思うのだ。それぞれ目的は違うけど他の作品にも衛星砲が存在しているのだ。初代では大破壊のきっかけとなって人類を地下に追いやった兵器ジャスティスとして登場。地表のどこでも射程に入れられるという恐ろしい代物なのだ。劣勢の村雲が切り札として使おうとしたけどレイブンの活躍で発射されることはなかったのだ。正義は必ず勝つ。ジャスティスは壊れちゃったけど。ちなみにこのミッションは失敗すると発射ムービーが流れるのだ。もともと制限時間が長い上エネルギー供給装置破壊でさらに延長できるので CM でしか見たことないって人も多いと思うのだ。砲台の中に取り残されたレイブン君はどうなるのだ。 3SL のミッションでも登場。空からレーザーを連射してくるのだ。敵と戦いながら回避をしないといけないから結構辛い。ただサイレントラインの BGM とシチュエーションが相まって何度もプレイしたくなるミッションなのだ。VI でも封鎖衛星のレーザーが降り注ぐミッションがあったのだ。封鎖機構の衛星は高度7センチ角で狙撃圏内みたいだから地表をぶち抜けるジャスティス君とサイレントラインの衛星砲は頭おかしいのだ。アサルトブーストで一気に駆け抜けると気持ちがいい。衛星砲やったかよくわからないけどレーザーサイトっていうのかな。あとは ACFA のアサルトセル。これは他の衛星砲と違って地表を攻撃することはないけど逆にそれが厄介なのだ。アサルトセルは ACFA 実況とランク1オッツダルバの解説で語ったので今回は割愛させていただくのだ。どのシリーズでも衛星砲とは敵対したはずだから味方として援護射撃してくれるようなことはないのだ。続いて AC2 からカプセルでの地上への降下シーン。AC 丸ごと格納できる大気圏突入ポットとかを高そうなのだ。手配してくれたウォルターパカに感謝なのだ。無事火星に到着。ここの着地シーンは ACLR の地内移打っぽいけど考えすぎかもしれないのだ。単なるスーパーヒーロー着地かも。同じく ACLR で言えば本作の構え武器の撃ち方も ACLR のオープニングっぽい。ハンドレールガンはないからリニアライフルでなんちゃってカスケードごっこを楽しむのだ。こんなにかっこいいものが弱いはずないのだ。あとリニアライフルの狙いカーチキンは害はないと思うのだ。そういえば今回は CG ムービーとゲーム内の描写が違う。俗に言うフロムマジックはなかったのだ。強いて言うならヘリコプターが大量に襲いかかってくることがなかったくらいかな。ユーザーとしてはありがたい限りなのだ。続いて初期野戦ローダーフォー君。右手にライフル左手にブレードそして背中にミサイルは伝統的な初期野戦の構成なのだ。ライフルとミサイルで中遠距離をブレードで近距離と尖ったものはないけどいろいろな状況に対応できる構成なのだ。 AC6 はレーダーが存在しないから左背部は空いてるのだ。どうせなら雑にグレネードキャノンとか積んでて欲しかった。ソングバード万歳なのだ。あとはジェネレータとブースタの性能が劣悪な点も共通しているのだ。左側にあるのが EN ゲージ。普通に動かそうとしてもすぐスカラカンになるのだ。まあ今作の内装は比較的使える方だったからよし。お金を貯めて買い替えることで思い通りの動きができるようになっていくのは AC の醍醐味みたいなとこあるのだ。お次も初期野戦から頭部パーツの I シリーズ。型番に I が入っていて一部を除いてモノ I で奥行きのあるデザインが特徴なのだ。オープニング機体が使っていることが多いから個人的にはこれぞ AC って感じの頭部パーツなのだ。今作では初期機体のファインダーアイとナイトフォールのシェードアイが該当。メランダー C3 が I シリーズじゃないのは謎なのだ。I シリーズ以外にも伝統の皿頭やアンテナ頭もいるのだ。王道のスカイアイ、いろいろと無茶してるブロークンシールアイ、変形機構のあるシェードアイがかっこよくて好き。あと
とは頭身が緑色のブレードの復活が嬉しかったのだ。導きの月光みたいでかっこいい。ラストレイブンでジナイーダが使ってたやつ以来だと思うのだ。 FA の小島ブレードはブレードと呼ぶにはあんまりにもあんまりだったのでノーカウントなのだ。メインシステム戦闘モード起動。ちょっと順番が前後したけどシステム起動ボイス。システムレイブンとしてはこれを聞くとたぎるのだ。過去作だと頭部パーツによってゴムボイスが変わったり、システム起動。性能度外視で声で頭部パーツを選んだレイブンもいたとかいないとか、戦闘モードを起動し VK だと設定でゴムボイス変更、 DLC で新しいボイス追加とかいろいろできて楽しかったのだ。戦闘モードを起動します。対戦の時に聞けないのが残念なのだ。敵の略関節 MT、V ではリストラされてたけど VI で復活。本作での扱いはわからないけど初代系では MT は AC のご先祖なのだ。 MT はもともと人型の作業用マシンとして作られて、そこから互換性を高めるためにパーツの企業間共通規格やコアを中心にパーツを換装するコア構想が生まれて最終的に今の AC になるのだ。護衛、偵察、殲滅など多様なミッションをこなすレイブンたちにとって、パーツ換装でいろんな局面に対応できる AC はうってつけの存在なのだ。でも AC に乗るからレイブンであって AC が先かレイブンが先か卵が先か鶏が先か哲学なのだ。逆関節 MT 君は腕武機構のないシンプルな構造でコスパが高くて大量の配備が可能なので、数学が得意な大沢君にはおすすめなのだ。何の足し算で勝てばいい。逆関節 MT 君が活躍するとこ見たことないけど、逆関節独特の歩き方がキュートなのだ。人型の作業 MT から各々の役割に特化した IKMT が生まれて、最後に人型に回帰するのはなんとも興味深いのだ。次は AC のカタパルト射出シーン。 ACFA のホワイトグリーンと出撃シーンと構図が一緒なのだ。高速で接敵するために VOB、ヴァンガードオーバードブーストを接続しているのだ。 2000km 毎時で飛行するやべえやつなのだ。ここ完全に ACFA のオープニングは某専門学校の CM に使われていたから知ってる人も多いと思うのだ。しょっぱなからこんなにたくさんオマージュ入れてくれるなんて素敵だ。手に入れたライセンスの識別名を伝える。レイブン、これがお前のルビコンでの名義だ。登録番号 RB23、 識別名レイブンによる認証を確認。なるほど、それなりの力はあるようだ。認めろ、君の力を。今この瞬間から君はレイブンだ。レイブン、作品によって意味が微妙に違うけど AC に登場する傭兵のことを指すのだ。企業が支配する世界で何者にも組みさずに好きなように生きて好きなように死ぬ、そんな存在なのだ。 VI では AC 搭乗者を指す言葉ではなくなったけど、自由意志の象徴としてそのエッセンスは受け継がれているのだ。レイブン、その称号はお前にこそふさわしい。少し余談、4では次世代 AC ネクストカルリンクスが現れて、レイブンは時代遅れの象徴に。4の主人公アナトリアの傭兵は元レイブンで AMS 適性が低いこともあって敵に軽視されることが多いのだ。その状態から敵を倒すのは気持ちがいいのだ。俺のせいかよ。久々の新作でまたレイブンって呼んでもらえるのは感慨深いのだ。レイブン、侮れんな。昔話をしてあげる。世界が破滅に向かっていた頃の話を。神様は人間を救いたいと思ってた。だから手を差し伸べた。でもその度に人間の中から邪魔者が現れた。神様の作ろうとする秩序を壊してしまうもの。そいつは黒い鳥って呼ばれたらしいわ。何もかもを黒く焼き尽くす死を告げる鳥。 ACVD では黒い鳥という名前が登場。これまでとは違って圧倒的な力を持つ秩序を破壊するもの、つまりイレギュラーの意味になっているのだ。敵機体の大足のエンブレムが焼け焦げて渡りガラスのようになっているのだ。
これを V の主人公が機体のエンブレムにしたのが黒い鳥の由来だとか。僕も戦いこそが我が生涯の精神で生きていたいのだ。この戦場が私の魂の場所よ。打足だけどよくネタにされるダイレイブンはレイブンじゃなくてレブルなのだ。 Die, Rebel! Raven! これはレイブン。安否不明状態を解除。ユーザー権限を復旧します。傭兵支援システムオールマインドへようこそ。傭兵支援組織。独立傭兵たちに依頼を斡旋したりアリーナを運営したりしている組織なのだ。ロゴアニメーションが凝ってて好き。お世話になることが多い組織だけど中にはうさんくさいものもあるのだ。オールドンマイちゃんは多分大丈夫なはずなのだ。レイブン、あなたの帰還を歓迎します。あなたの帰還を歓迎します。 ACVK のユーザーは親の声ほど聞いた歓迎だと思うのだ。起動時に流れる音声なのだ。これより作戦行動を再開。あなたの帰還を歓迎します。メタ的にはユーザーに向けたフロムからのメッセージのような気もするのだ。この辺りで今回は終わりなのだ。ここまでのご視聴ありがとうなのだ。語りたいことを語っただけだから相変わらずまとまりのない感じになってしまったのだ。それでは皆さん、楽しい傭兵ライフを。